これから暖かくなり、バイクや車で遠出をする機会が増える季節ですね。けれど、遠出の場合、こういったバイクや車の故障のリスクも高くなります。例えば、バイクや車が故障して周りに知らせなくてはいけないときどうするか。そこで今日はこういったバイクや車が故障した際に周りに安全に知らせる、そういった際に欠かせないアイテムをご紹介します。それは三角表示板に代表される停止表示機材です。最近ではこの停止表示機材に新しいアイテムが登場しました。それがパワープルセーバー元です。今回はこれらのアイテムの特徴、使用方法、そして法的な規定について詳しく見ていきましょう。また停止表示機材を表示していない場合の罰則やリスクについても触れていきます。三角表示板、パワープルセーバー元、どれが最適なのか一緒に見ていきましょう。まずは三角表示板を見てみましょう。これは一般的には故障や事故時に車両の後部に設置される三角形の警告表示板のことです。視認性は昼夜を問わず約200メートルの距離ぐらいから後続車に存在を知らせます。次にパープルセーバー。この装置は紫色の強力な光で後続車に自分の存在を知らせる停止表示機材です。LED を光源に採用し、周光レンズにより遠く離れた場所からも認識できるようになっています。視認できる距離は昼間で約300メートル、夜間は約800メートルと一般的な反射式の三角表示板の視認距離よりも長いです。またコンパクトで収納しやすく使い方も簡単です。連続使用時間は約5時間でアルカリまたはリチウム単イオン電池を4本利用します。デメリットとしてはパープルセーバー自体は磁石で取り付けるタイプなので設置には車のように平らな部分を必要とする点が挙げられます。そのためバイクのタイプによっては取り付けが難しい場合があります。バイクのタイプですね。例えばレーサーレプリカとかそういったものであればタンクの上面が平らなので取り付けやすいんですけれども、私が乗っているアメリカンバイクとか、あとはオフロード車とかスクーターとかですね、そういったバイクは平らな部分があまりないのでこのパープルセーバーの取り付けは難しいと思います。車の場合は搭載能力もありますし平らな部分もあるのでパープルセーバーがおすすめしやすいですね。次にパープルセーバー元を見てみましょう。バイク専用の停止表示灯でパープルセーバーの特徴を引き継ぎつつバイクに特化した設計がなされています。特にバイクに搭載しやすい超コンパクトサイズであり専用設計のシリコンベルトでさまざまなミラー形状に取り付けが可能です。また視認距離は昼間で約300メートル、夜間は約800メートルとパープルセーバーと同等の性能を持ちます。さらに連続使用時間が約14時間とパープルセーバーよりも長いです。こちらについてもアルカリまたはリチウム単イオン乾電池を3本利用します。デメリットとしては価格がパープルセーバーに比べるとやや高めである点が挙げられますね。バイクの場合はコンパクトさが求められるのでこちらのパープルセーバー元がおすすめしやすいと思います。さて三角表示板、パープルセーバー、そしてパープルセーバー元、これらについてもう少し詳しく見てみましょう。これらの表示機材は法的要件として義務付けられています。特に高速道路や自動車専用道路でパンクなどのトラブルで緊急停止した場合は停止表示機材の表示義務があります。停止表示機材を表示していない場合、罰金や違反点数が課せられることがあります。これは他のドライバーに対する安全性を確保するための措置です。私の経験なんですけれども、子供の頃ですね、親が故障時に三角表示板を出していなかったためレスキューが来た時にいきなり反則金を取られていたことがあります。結構その時のやり取りが印象的で未だにまだ覚えています。それはね、高速道路でトラブルを起こして弱っている時に助けが来たかと思ったらいきなり反則金と免許の点数が引かれるわけですから踏んだり蹴ったりですよね。
大人となった現在でも高速道路などの路肩でトラブルを起こしている車をよく見かけたりします。これが結構な頻度でですね、この前は4台中3台は三角表示板などの停止表示機材を何も出していませんでした。なのでレスキューが来た場合ですね、彼らはほとんどその反則金と免許の点数が引かれるわけですね。これは知っていれば避けられることなので、ぜひとも皆さんに知っておいてほしいと思います。またこれらの表示機材は後続車に存在を知らせる効果があるんですけれども、視認距離がですね限られているため、高速道路などでの使用にはいろいろと限界があります。風や天候の影響も受けやすいというところも考えておいてですね、これをつけていたから安全っていうわけではなくって、例えば高速道路ではちゃんとそのガードレールから外に出ましょうとか、そういったような安全に対する義務を果たす必要があります。また前の動画でですね、こういった質問がありました。こういったパープルセーバーを使えば発煙筒とか LED の非常信号灯いらないですかっていうような話があったんですけれども、三角表示板やパープルセーバーですね、これらの表示機材は発煙筒や LED の非常信号灯の代わりにはなりません。このことを覚えておいてください。また私が個人的に気になった点ですね、パープルセーバーとパープルセーバー元。パープルセーバー元の方が小さくていろいろと使い回しがいいかなと思いまして、これを車で使えないかと思いましてメーカーにですね質問を投げてみました。そして回答なんですけれども、パープルセーバー元については自動車での使用は法令違反とはならないらしいです。ただ自動車への固定ですね、それに適した使用ではなく、結果として法令違反となる恐れがあるそうです。仮にですねパープルセーバー元を自動車で使用した場合、本体が転倒してしまうとか、使用中に照射方向がずれてしまうなどによって後続車から確認できない状態ですね、視認されにくい状態となる恐れがあります。この状態になりますと、道路交通法のですね200メートル先からでも転倒を確認できることという停止表示灯の規格に準じなくなる可能性があり、結果として停止表示義務違反となる恐れがあるとのことでした。なのでメーカーとしてはパープルセーバー元の自動車でのご使用はお控えいただくことをお勧めしますという回答をもらいました。さてこれらの特性を理解した上でですね、実際に夜間でどれぐらい遠くからこれらの表示機材が見えるかの実験を行いました。この結果は自分でもちょっとびっくりしていまして、皆さんにも見てもらいたいと思います。実験については実際の状況に合わせて三角表示板は地面の上に設置しました。そしてパープルセーバーとパープルセーバー元、これらについては1メーター程度の高さの三脚に取り付けて、それらをですねどれぐらいの距離から見えるのかを撮影しています。だいたい700メートル先ぐらいですかね、パープルセーバーをつけています。ちょっとね画面の奥の方に点滅しているのがわかるかと思います。アップしてみましょう。こんな形ですね。今地上高1メーターぐらいのところに、点滅させているところですね。先ほどと同じ条件で今度はパープルセーバー元の方ですね、点灯させています。パープルセーバーが3灯で、パープルセーバー元っていうのが1灯なんですけど、明るさ的にはやはりカタログで歌っている通り変わんないですね。これだけ近づいてようやく三角表示板の方は見ることができました。今見てもらったように、それぞれの表示機材が提供する視認距離ですね、これはおおよそ製品の説明通りかなというところです。本日の結論です。三角表示板、パープルセーバー、パープルセーバー元、それぞれの特徴を比較した結果、パープルセーバーやパープルセーバー元、3社それぞれ異なる状況やニーズに応じて最適な選択となります。
車の場合は搭載能力もあるのでパープルセーバーがおすすめしやすいかと思います。一方バイクの場合はですね、コンパクトさが求められるのでパープルセーバー元がおすすめしやすいですね。これは自分がどういった時に使いたいかということを考えてですね、最適なアイテムを選んでいただきたいと思います。またパープルセーバーについては以前動画にしています。そちらもぜひご覧ください。そしてですね、こういった停止表示機材、いざという時の道具なんですけれども、使わないことに越したことはないんですよね。そうすると普段出番がない道具となるので、そういったものはですね、できるだけ場所を取らない形でなおかつ性能がいいものというのを選んでいくのがいいんじゃないかと思います。今回もご視聴ありがとうございました。